皆さんこんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 21. 今回のエピソードでは私のおすすめの日本での旅行の仕方についてお話しします。正直日本はどこに行っても楽しいと思うので、時間があるならなるべくいろんなところに行って日本のいろんな側面を見てほしいんですけれども、もし時間に制限がある人とかがいたら、なるべく気に入りそうなところを選んで、時間配分もどこにどれくらい滞在するかっていうのもしっかり予定した方がいいと思うので、今回は日本の北から南まで、私が思う、旅行の仕方、どこに行けばいいのか、どれくらい滞在すればいいのか、どんなところが魅力的なのかをお話しします。ただ私は旅行の専門家でもものすごく日本を旅行したというわけでもないので、私が知っている限り私の経験や意見に基づく、お話ですし、あとは旅行のタイプって人それぞれ好みがあるんですけれども、私はやっぱり、自然が好きなので結構自然があるところに偏った、おすすめですので、そこはご了承ください。ではまず北から始めましょう。一番北、北海道ですね。ぜひ春から秋にかけて行ってみてください。もちろんスキーをしたいという場合はぜひ冬に行ってほしいんですけれども、春から秋だと、本当に北海道の大自然が綺麗で、いろんな種類の木とか花が咲いていて、運が良ければ野生の動物も見ることができます。もちろん札幌とか函館とか都市を観光したり、都市から都市に電車で移動することは簡単なんですけれども、私だったら少なくとも2週間くらいレンタカーをして、ロードトリップするのがいいなと思います。次に青森とか福島が入っている東北地方ですが、あんまり定番の観光地ではないので、もしあまり日本に行ったことがない方は聞いたことがない人もいるかもしれないんですけれども、実際はすごく綺麗な自然とか、あと美味しい食べ物があって、本当に魅力的な場所がたくさんあります。で、定番じゃないからこそ人が少なめなので、今日本は観光客がものすごくたくさんいますが、東北の方ならそんなに大混雑している場所はないと思います。で、東北地方でもう一つとても有名なことが、お祭りがとても多いことです。東北三大祭りといって日本の中でも最も有名なお祭りが、3つ集まっているだけでなく、他にも規模が大きくて有名なお祭りが、たくさんあります。お祭りは特に夏に開催されることが多いんですけれども、東北地方は夏は他の場所ほど暑くないので、そこも魅力だと思います。なのでぜひ東北に行くことがあったらお祭りの日程を調べてみて、それに合わせて行ってみるのもいいかなと思います。日本の祭りは音楽も見た目も踊りもいろんな伝統があって、本当に、素敵な素晴らしい文化だと私は思っています。では次に関東地方、東京とか神奈川、千葉が入っています。もうここは必ず行く人がほとんどだと思いますが、もし時間があるなら、東京のホテルに泊まるだけでも少なくとも1週間、東京都内を4日分くらいかけて回って、あとの残りの3日は神奈川、横浜とか、鎌倉とかに、行ったらいいかなと思います。で、もしもっと時間があったら私のおすすめは奥多摩や箱根など、東京や神奈川の西の方に行くことです。なぜかというと、ここら辺は都心に近いのに、自然とか温泉がとても多いです。なので1泊2泊する時間がないという時でも、東京から電車を使って1時間ぐらいで到着して、例えば箱根だったら日帰りステイっていうプランがあって、朝電車で行って温泉旅館で温泉に入って、旅館が出している浴衣を着て、で個室でご飯を食べるっていう風に、夜泊まらなくても、
似たような体験ができるんですね。でそのまま夜東京に電車で帰れます。で奥多摩の方はこう滝とか湖とかもあるので、この前行った外国人の友達は、本当にここは東京なのかと驚いていましたが、なのでこう東京にいつつこう自然とかを、楽しみたい方にとてもおすすめです。では次に中部地方、山梨とか長野とか、石川県とか、広いので太平洋側、内陸、日本海側の、3つの部分に分けますね。まず内陸、山が有名です。もちろん富士山もなんですけれども、日本三大アルプスっていう3つの大きな山脈があるので、ハイキング好きの人におすすめです。ただ日本の山は自然が豊かだし、あと天気もよく変わるので、ぜひハイキングする際はしっかり準備をしていってください。太平洋側、愛知県とか静岡県ですけれども、ちょっと産業地帯っていうのもありますので、工場とかがたくさんあって、あんまり住むにはいい場所ですけれども、あんまり観光というイメージは私は個人的にないんですけれども、もしこう東京から京都に行くついでに、寄ることがあったら、私は名古屋料理がとってもおすすめです。名古屋名物の居酒屋さんとかに行くと、本当にどれも食べたくなるくらい美味しいものがたくさんあるので、ぜひ試してみてください。日本海側は雪国と呼ばれるくらい雪がよく降ります。でこの雪解け水を使ったお米がとても有名だったり、あとは、漁業が盛んです。なので、お魚、海鮮とか刺身がとても、美味しいので、私のおすすめは市場に行って、新鮮な海鮮丼とかを食べることです。あとは金沢市とか白川郷のように歴史的な街並みも、有名です。ここら辺は1泊2日とかで、行くのがちょうどいいかなと思います。では次、近畿地方、大阪とか京都がありますので、もう必ず行くと思いますが、もし、あそこら辺で定番じゃないところに行きたかったら、私のおすすめは琵琶湖周辺です。琵琶湖ってとても広い湖なので、こうまるでビーチでくつろぐようにその周りで遊んでいる地元の人とかもたくさんいるんですけれども、中でも私が行ってみてものすごい面白い経験をしたのは、琵琶湖にある沖島という島で、これは日本で唯一人が住んでいる湖の島です。でこの島に250人200人ほどしか住んでいないんですけれども、私が数年前に行った時にはコンビニもないし車もない。で島の人が全員こう三輪車、前が一輪後ろが二輪の、自転車に乗っていて、それも歩くよりも遅いスピードでなんかすごくこうまるで違う時代の空間に入った感じがして、京都とか大阪で体験するような街とは全く異なった、面白さを経験しました。次に、中国地方と四国地方、鳥取、島根、広島とか、松山県、愛媛県とかがある場所ですけれども、個人的にここが一番過小評価されている気がします。広島は歴史的にも有名だし、厳島神社とかもあるので行く人が多いかもしれませんが、それ以外にも綺麗な場所や食べ物がたくさんあります。私がやってみて本当に気に入ったことは、その中国地方と四国地方の間に、瀬戸内海っていう内陸の海があるんですね。でその上に、しまなみ海道という、10本くらいの橋でなっている場所があるんですけれども、その橋を自転車で通るという、アクティビティです。かなり大変ですが、1日かけてこう海の上を自転車で通るっていう、それ自体が珍しい上に山もあったり、あとはこう島の小さな町とか展望台とか、全部回れるので本当に楽しかったです。では最後から2番目、九州、例えば長崎とか福岡ですね。逆にここは個人的には少し
過大評価されている気がしますが、別にいいところがないというわけではなく、本当に綺麗な自然とか、あとは温泉とか歴史的な街がたくさん、面白いものがたくさんあると思うんですけれども、東京、京都、大阪の次に福岡とか長崎、熊本に行くっていう人も多いので、そんなに人気なんだと私は、個人的に驚いているだけですが、実際私の生徒が最近、九州に旅行に行ったんですけれども、彼によると一つ一つの場所はとても良かったけれども、大きさが小さい、一つ一つの観光地の規模が小さいので結構早く見終わってしまって時間が余ったということでした。とはいえ九州にも素晴らしい見どころがたくさんあって、特に有名な大きな温泉がたくさんありますので、九州ももしかしたらレンタカーをして、いろんなところに回りながら、温泉に行ってみて、その途中の山とか湖も見てみて、で歴史的な街並みも寄ってみてっていう風にちょっとずつ拾っていくのが、楽しみ方かなと思います。では最後、私が日本で一番旅行する場所、沖縄です。沖縄は地理的にも日本から離れていますし、以前は日本の領土ではなかったので、全然違う文化が見れるっていうところもとてもいいですが、沖縄本島に行ってみたことのある方はぜひ宮古島とか石垣島とか離島に行ってみてください。もし忙しかったら、2泊3日とかでも、十分海とか食べ物を満喫できますが、もし時間があったら海だけでなくハイキングとかカヤック、伝統工芸とか、あとは歴史的な勉強もしてみてください。では以上が日本旅行私だったらこうするでした。もしここでは挙げられていない皆さんのおすすめの場所や行く予定の場所があったらぜひコメント欄でシェアしてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。